本動画は9月20日より全世界で公開中の 3D アニメーション、トランスフォーマー ONE の本編の内容や結末に触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。トランスフォーマー ONE 面白かったよ。映画で過去一面白かったんじゃないか。選択肢与えられた瞬間から粗暴になるメガトロンとプライム親衛隊隊長スタースクリームは笑った。階級社会性とかはアメコミにある今作。クリス・ヘムズワースが声優やっとるやつか。丁寧に書かれた友情崩壊よかったね。どう？一般人にも TF ブーム巻き起こりそう？初心者の俺でもわかりやすくてすげえ面白かったし物語も熱い展開だったけど、日本では流行らないじゃねえかな。最終興行10億くらいと予想。予告見て微妙だなぁと思ったが、本編を見て面白くてびっくりしたよ。アクションも激しいが、アニメと割り切った構図なのか。マイケル・ベイのライブモーション版よりも縦が見やすいよ。3D で見たけどアクションシーンの迫力すごかった。4DX はやってるのかな？椅子がガックンガックン動いてすごい楽しそう。どんどん過激に攻撃的になっていく D いいよね。D16、センチネルは殺す。わかる？ D16、プライムも信用しない。像とか破壊する。そこまで？ D16 君裏切られたのはわかるけどそこまで切れっぱなしになるほどか。って思ったけど自由奪われて隷属させられて憧れて他人殺されてんだからああもなるか。今まで慕ってた分反転した時の恨みはすごいもんよ。センチネルのこともすごい尊敬してたみたいだし、加えてスタスクの力こそ全てを実感しちゃったのがまずい。あれスタスクもだいぶメガトロンに影響を与えてる。いやー真面目な人が反転アンチになるのって怖いっすね。強烈な反転アンチの怖さを思い知る映画。D16 君純粋すぎたのよ。他のシリーズでも昔は高潔だったとかいいやつだったとか語られてたけどこうして映像化されると、つれいわね。日本語吹き替えだと D16 は真面目な方だけどはっちゃけもするっていう印象の話し方だったから成績ナンバーワンってところで少し違和感感じた。もっと真面目なキャラで翻訳して欲しかったな。ワンメガニニューリーダー宣言したら速攻で殺されそう。真っ二つにするだけのメガトロン優しい。実写オプだったら脊髄抜いてた。吹き替え版メガトロンになってもまだわし呼びにはなってなかったよね。と言ってもわしっていうのは G1 くらいか。わしとは言ってないね。歴史物とかで聞く革命ってこういうことなんかなって見ながら思った。自由を選べるようになってどんどん暴力的になるメガトロンはちょっと深い。メガトロナスに憧れてたからメガトロンになったんか。親友がくれた大好きなメガトロナスのステッカー。そのステッカーを尊敬してたセンチネルに拷問に使われる。メガトロンも3形態あるとは思わなかった。ディセプティコン立ち上がれって予告に出してよかったのかって言いたいシーンだった。こっちはサウンドウェーブ。あっちはレーザーウェーブ。そっちはショックウェーブ。親衛隊にディセプティコンの一面が出てきて懐かしさを覚えた。全員サイバーバースっぽい性格だったような気がするが些細なことスタスクも情けなさのベクトルが違うんだよな。オライオンと D？ それぞれがオプティマスとメガトロンの片鱗見せるシーンがすっげー良かった。伝説の選ばれた武器と化したエナジーアップス君。メガトロンはエナジーメイス出さなかったね。センチネルの顔面ぐしゃぐしゃにするの期待したのに。マトリクス継承シーンはアルファトライオンが喋ってんだろうけどゲンタさんボイスだからオプティマス役を中村さんに継承してるようにも思えた。アルファトライオンの本国声優がローレンス・フィッシュバーンなのとトランスフォーマーといえばゲンタ鉄将だからというダブルミーニングかな。ゲンタさん声のトライオンおじいちゃんがセンチネルに倒されるのはゲンタさん声の実写オプがセンチネルを倒したシーンの逆パターン味を感じた。アルファトライオンがトランスフォームしたビーストって何の動物だろう。一本角生えた猫系の獣？砂？操る能力かっこよすぎる上に超便利だな。敵を若造扱いして蹴散らすアルファトライオンかっこよかったな。歴戦の老兵がちゃんと強かったな。プライムからコグを受け継ぐところ激アツだったな。コグ入手後のオライオンとオプティマスのデザインの違いがいまいちわからない。なんか肩に装甲が増えて胸窓が広くなってる。胸に穴が開いてる。コグなし第1形態。胸が埋まる。第2形態。マトリクスが入るので胸が光る。第3形態。大まかにはこんな感じ。B がやばいやつになってた。友達を惨殺した B。しか50回行きになった B-127 の状況ってキャストアウェイを思い出した。寝てる時の方がうるさい B。ラストはエリータが司令官になるのかと思った。字幕で見てきた地表シーンでエリータがオライオンたちのことを、あんたらゴーボッツのせいでこのありさまよ。
って言ってたような気がしてネットで確認したら本当に言ってた。字幕には反映されず、公式の侮辱用語だったんじゃよ。エリータの足技が素晴らしいですね。吹き替えも良かった。プロと並ぶと違和感あるけど全然聞けるレベルで吉岡里帆は吹き替え上手かったな。マフィア梶田どのキャラかわからなかったわ。というより ED ロール後のキャスト陣見てそういえば吹き替えやったって言ってたなと思い出した。中村雄一はイケボすぎて真面目な子が無理して悪さしてるように見えたパックス。実写1作目のジャズみたいな最後のシーンも拾うんだ。ってなった。オプティマスやメガトロンはまだわかるけど、ジャズやアイアンハイドにサイドスワイプまで労働ロボットだったのには驚いたな。今作で窮地を救ったのに2軍団に分かれて5にメガトロンにやられるジャズ。なんか皮肉。今作でキャラにめちゃくちゃ愛着湧いたからこの世界線の続編が見たい。センチネル出るだけで大体分かっちゃうのお腹痛い。もうセンチネルプライムイコールろくなやつではないになってきてるな。顔からしてうさんくさいのずるい。正義のヒーローだと思ってたのにセンチネル。センチネルが期待を裏切らない働きをしていて嬉しかったです。センチネルがセンチネルすぎた。そこまで期待に応えろとは言ってないくらいセンチネルだった。あれ？センチネルってどの作品でも一貫してクズの無能だったっけ？ってなった。クソジジイを名前でセンチネルに入れるか容姿や位置づけでアルファとリン様派生にするか問題。どっちでもそれぞれの意味でクソなんだが。生まれた時にコブ抜いてたっていうのがえげつなさが半端ない。管理社会というかなんというディストピア。試写会組だったから SS センチネル公開された時胸ちゃんと開くような造形しててやりやがった。ってだいぶ興奮した。今年度ベストスワベ。令和最高センチネル。近くに吹き替えしかなかったんだけどスワベの声聞いた瞬間。こいつ黒幕や。ってなってしまったわら。スワベさんの演技が素晴らしい。センチネル強かったのにバラされたら急に弱体化したな。アニメイテッド由来の配役とは思ったけどまさかその頃以上にろくでもないキャラだとは思わなんだ。センチネルがディズニーヴィランみたい。監督はピクサー畑出身なんだな。トイストーリー4が監督デビューで次がこれという。エアラクニットとかダークウィングってあれまだ死んだわけじゃないよね。あの後で軍に参加したんだろうか？反乱軍エジェクトにしておいてくれる信頼の翻訳。欲しくなってきたぞ。見てきて面白かったからブレイブコマンダーオプティマスっての買ってしまった。でもこれメガトロンとか他のと並べるなら違うの買った方が良かったかな。11月に出るスタジオシリーズ版オプティマスなら同じサイズでメガトロンも2月に出るからそっちも買おう。最初からフル CG 作品だからなのかわからないけど前年のビースト覚醒と比べて作中とのデザイン乖離が少ないな。スタジオシリーズ。実写は映像側が自由にデザインして玩具側がなんとかそれを再現するって形だけど今回はお互いにすり合わせてるんじゃない？この内容でオライオン一辺倒なのは関係者情報何ももらってねえのか？ってなる。トランスフォーマーの玩具って情報を漏らし多すぎだから信用されなくて資料もらえなかった説。どう？続編作れそうな終わり方だった？まあどっちでも良いような感じ。続編はクインテッサ星人相手に一時共闘するやつだなこれ。かなり面白かったわ。続編欲しい。実写みたいにくだらん人間ドラマもないしつまらん確定ポイントないのは良いわ。確かにこっちもシリーズ化してほしいな。ジャズとかラチェットとかちょい役すぎたし。最後エネルゴン湧き出したけどあれが枯渇するまでオトボとディセップで戦争するのかと思うとやるせないわ。ようやくマトリックス継承してエネルゴン湧き出したのにそれが市民の幸せに使われることなく戦争で消費するのマジでやるせないわ。まあ ONE 世界でも戦争がそこまで続くかわからんけど基本的にエネルゴン枯渇は大体共通設定だから多分そうなるよな。センチネルのやらかしがでかすぎる。歴史に残る大戦犯。取引を求めてるって実写3作目の伏線ですかね？アニメイテッドも実写3作目もセンチネルはそういうキャラになる運命なのか？それらの大元の IDW でそういうキャラだったから。ただの嫌なやつで住んでるアニメイテッド版はだいぶマシな方。アニメイテッド版は続いてたらオプへの対抗心で流行ってミスしてディセプティコン逃しちゃうって大戦犯になる予定だったらしいから終了に救われた感。海外の人の感想が X で見えたけどセンチネルはアニメイテッドと3作目の人足して2で割ったようなビッチって言われててダメだった。IDW アメコミ版もあんなんだしセンチネルプライムで普通に活躍したやついるんだろうか。なんか勘違いしてるのいるが ONE は完全に独立したユニバースって明言されてるから今までの実写映画の過去話とかじゃないぞ。後から実は繋がってましたしてくる可能性もゼロではないが今のところは。
初代やプライム、IDW コミックとか色々なシリーズの要素てんこ盛りで楽しめた。予想してたけど女性ファンの方が大勝ったね。まあでもどんなファンもきちんと見て売り上げとかにも貢献してるし、ストーリーも楽しめたのでよかった。普通に美人 OL みたいな4人組が真横にいたんだが IDW のドリフトがみたいな話してて心底驚いた。BL 界ではトランスフォーマーが隠れジャンルとして存在してるってのは何か聞いたことあったけどあんな若い女性ファンがいるって思いもしなかったわ。割とどころか女性ファンはかなり多いと思うぞ。腐女子方面も異様な高画力揃いでホモ体制さえあれば国内外見応えあるロボ絵をたくさんゲットできる老若男女を客層に持つコンテンツは強いわ。勇者シリーズもそうだし、少なくとも TF に関してはアメコミとかの海外作品とかきちんと作品読んでるファン層は日本じゃ男よりも女の方が多そう。というか AHM 翻訳の普及活動も女性ファンの方が積極的だんだっけ。緑とか自然地帯があるセイバートロン星設定は歴代初めて？ビーストマシーンズが初かな。これクインテッサ関連何も解決してない上に仲間割れ起こしてません。戦うために生まれたトランスフォーマーだから。初代からしてセイバートロンの内戦が数百万年続いてるところからスタートなので。元でもクインテッサ追い出したのコンボイたちだっけ。アルファトリンが労働ロボットたちのリーダーとして反乱を起こして自由を勝ち取った。続編はクインテッサ星人相手に一時共闘するやつだなこれ。もうエンディングでクインテッサは追い返したし。13プライムがいる場合はクインタスプライムっていうクインテッサ星人の創造主がいるけど今回はそこら辺の設定どうなんだろう。プライマスは文字通り TF の創造神。冒頭のプライマスの変形が割とギャラクシーフォースでにっこりした。星になる TF とかユニクロンみたいね。作品によっては体になってたりしてた。プライマスとユニクロンは兄弟みたいなものだし。13人のプライム誰が誰だかちゃんと知りたいな。ネクサスプライム好きなんよ。字幕で見たけどオライオンがいちいち、いい考えがある、で D16 をぶん回してくシーン多くて笑ってしまった。冒頭シーンで衛兵に見つかったオライオンが、変形できないと思ってる？それはどうかな？とか言って上半身かがめて両足くっつけて G1 っぽい変形ポーズするの好き。プライムに出会ってからのストーリーの構成がうまかったな。あんな畳みかけられたら尊敬してたセンチネルはクズ野郎だ、に振り切れる。オライオンがセンチネルかばうのもヒューマニズムとかだけじゃなくて処刑からこの星の新しい歴史を始めてはいけない。っていうのが良かった。それが完全にメガトロンになるきっかけになるのが悲しいね。ゲンタ結晶の声で、目覚めよ、オプティマスプライム。されたらもうね。やんちゃだったオライオンがオプティマスになって喋り方も変わっちゃうのが幼年期の終わりって感じで切ない。この映画の後は何見るのがおすすめなんです？トリガーの記念アニメ。これ3乗り合いからだトランスフォーマー5がちゃんといるのがすげえと思う。いや映画の後ならこっちだよやっぱ。最後に出会いのシーンを見せるのがしんどいし、映画視聴後にストップモーションアニメのあれ見るとすげえ重い。ストップモーションアニメは大事なステッカー使ってオプ救いに来るメガトロンがいいんすよ。真面目なやつほど一度グレると手がつけられない典型例だったな D。オライオンとの関係性からこじれ方まで完璧なシナリオで素晴らしかったよ。敵対確定の後に出会いのシーンは反則や。泣いたわ。